新年の恒例事はありますか？ドリフトはどこでやりましたか？死亡吸引は一緒にしましたか？結婚式終わったら妊活始めようみたいな感じで、ラブタイプ診断どのタイプですか？うわーみたいな、もう大興奮。こんにちは、上野ありさです。今日はですね、今年2026年初の Q&A をやっていきたいと思います。ちょっと撮影の兼ね合いでまだツリーが後ろにあるんですけれども、ちょっと季節感がごめんなさいって感じなんですが、新年一発目の Q&A をやっていきたいと思います。毎月ね、去年もねたくさん本当に毎月の恒例の企画だったんだけど、今年も継続してやっていこうと思うので、いつも質問ありがとうございます。インスタのストーリーで募集しているので、その際にお送りいただけたらと思います。ではまず30分でタイマーかけてスタート。これちょっと振り返り動画とかでもちょっと話したかもしれないんだけど、2026年の目標を教えてくださいということで、今年は目標という目標を立ててなくて、私毎年これ言ってるのが、イエスノーで答えられる、答え合わせができる、目標を年始に立てるようにしていて、例えばいつもこれ例で出すのが、ダイエットをするじゃなくって体重を何キロにするとか、数値に出すとそれがイエスかノーかでしか最後に答え合わせができないから、そういう目標を抽象的じゃなく、そういう細かい目標を年始に立てるようにしていて、で年末になったらそれを見返して、てか途中でできたらチェックみたいな感じでやるようにしていて、例えばわかんない、貯金の額を100万円105万円にするとか、明確なこの数字を出して達成した時点でチェックみたいな、で年末にまた振り返るみたいなのやってたんだけど、この10年以上毎年だから今年その手帳を見る時間もなく、目標を振り返る時間もなくっていう去年か感じだったので、去年の目標チェックをまだやってないので、これ撮影自体は年末なので、ちょっと年末に年末年始ゆっくり時間があるのでやろうかなと思ってるんだけど、2026年自体の目標は特にそういう細かい毎年更新してるような目標はありつつも、他の動画でも言ったかもしれないけど、やっぱり自分のこのバランスを見つけるっていうことが今年の目標、大きな目標かなと思います。去年はね、妊娠出産っていう私のライフステージの中で本当に人生で一番大きかったんじゃないかっていうようなトピック、結婚に続きそういう出来事があったので、それが現実になってやっとこの自分の脳も体も自分は親になったんだっていうのを理解して、自分のバランスを見つけるっていうのを去年もやってたんだけど、今年はもっとちゃんとバランスを見つけて、仕事もそうだしプライベートもそうだし子育てもそうだし家族のこともそうだし、ちゃんとバランスを見つけて心も気持ちよく、ただバランスを見つけてこなすだけじゃなくて、自分の心も穏やかにいられるようなバランスを見つけることが、今年の目標かなと思います。日がどんどんこうなってるからだんだんこうなっちゃうかもしれない。どうやって読む本を選んでいますか？アリサさんのマインド大好きです。ありがとうございます。読む本に関しては、私は普通にツイッターとかスレッズとかみたいなのでおすすめが流れてきたりとかしたら、それスクショしといたりとか、あとは本屋さんにやっぱ出向くことが多いかな。あとやっぱこうやって私が本読むみたいなのを最近読めてないんだけど発信しているおかげで、コメント欄とかで教えてもらったりとかすることもあるので、そういうコメントをメモしといてその本買ってみたりとかはするかな。あと哲学系の本が私好きだから、本屋さんとか行っても哲学書とかの分類のところ、自己啓発っていうよりもうちょっと哲学っぽい方が好き。自己啓発って人に教えられてる感じで、私自分で啓発できてるっていうかなんかのが多いから、たまに本当にやる気ないなって時とかは自己啓発本読んでよし頑張るぞとかいう時はあったけど、そういうよりももっと哲学、答えがないような考えさせられるようなものが好きなので、哲学書をよく読むかな。あと私聖なる予言を読んで、聖なる予言って本があって、その本を読んで面白かったみたいな話をしたら、ヨガ哲学の本絶対好きですよみたいに言われたんだけど、ヨガ哲学の本でおすすめあったら教えてほしいです。ヨガ哲学の本をずっと読みたいって 3,4 年思ってるんだけど、どれを読めばいいのかいまいちよく分かんなくて、本屋さんに行ってもそんなになくって、だから Amazon で探したりとかしてたんだけど、もしおすすめのヨガ哲学の本があったら皆さん教えてください。なのでね、本屋さんに行ったり人のおすすめだったりもそうだし、本屋さんに行ってタイトルで見たりとかする。あとこのペラペラってめくった時の構成、なんていうんだろう、本の作り、結構文章が多い方が好きで、読みやすいんだけどね、トピックがあってとかは。だけどちょっとカジュアルに感じちゃって、結構カチッとした本とかも好きなので、本屋さんに行ってペラペラって見たりとかかなすることが多いです。孤独との向き合い方が知りたいって来てるんですけど、
向き合いません。私は無理、孤独なので、孤独が辛いので友達に会ったりとかしてるから。だから私は孤独とは向き合わずに逃げてるっていうか、孤独にならないようにしている。だからそれをすることによって孤独を愛せるっていうか、なんていうの、一人の時間も大切にできるのって人と会ったりとかしてるからだから。常に一人だったらあんまり私は寂しくなっちゃうタイプなので、これは本当人によると思うんだけど、なので私はなるべく孤独にならないようにしています。ごめんなさい、答えにはなってないけど、私は向き合ってませんっていう感じですかね。糸リフトはどこでやりましたか？脂肪吸引は一緒にしましたか？糸リフトは東京ヒルズクリニックでやりました。こちらの Vlog、結婚式の時で紹介してるはずです。やっぱね、式のまだ効果はあると思うんだけど、式の直後、やっぱ施術直後1ヶ月後ぐらいが一番素晴らしい出来で、私はその1回しかやってないんだけど、糸リフト本当にやってよかったなって思ってるんだけど、脂肪吸引はしてません。その時一人暮らし始めました。毎日寂しい。アリサさんの一人暮らしエピソード聞きたいです。わかります。私もやっぱ実家大好きだし、てか家族が大好きだから、一人暮らし始めた時は寂しいなって思う夜もあったなって今思うとね感じだけど、なんか一人暮らしを始めるって時の方が寂しかったかも。始めちゃえばなんかもう毎日忙しいし、友達にも会わなきゃ、遊ばなきゃ、仕事行かなきゃみたいな、あとめっちゃ忙しい時期に一人暮らし始めたんで、そんななんか夜寂しいっていうのもそんなになかったかな。やっぱ若かったから友達といっぱい毎日ご飯一緒に行ったりとか、家で作ったりとかも一人暮らし始めてから自炊もしてたけど、寂しいはあんまりなかったかもしれない。一人暮らしエピソードでも一番最初は本当実家と行き来しようと思ってたから、平日会社のすぐ近くにマンション借りて、本当会社から信号がないぐらい近い2ブロックぐらいのところに借りて、その時本当ワンルームでマジでベッドとテレビ以上みたいな部屋だったんだけど、半年でそれで結局実家帰んなかったの。最初は半々とか思ったけど、やっぱ楽ってなって、一人暮らし実家が楽って今となっちゃ思うけどやっぱ一人暮らしってこんなに楽だったんだみたいな、移動がすごい楽になったからもっと早くすればよかったってその時は思ったね。で結局ここしっかり住むやんってなって半年で引っ越して 1L のお家に、それも会社から逆方向に2ブロックで信号なしみたいなところに住んだ感じだったかな。それが一人暮らしスタートって感じで、今思うと全部の家にマイルズが来てるのだから、最初のそのワンルームの時に付き合ったので、めっちゃそれすごいなって思っちゃった。なんかすごい素敵なコメントが来たので読ませてください。アリサちゃんに去年、仕事と妊活の両立に関して質問したものです。私は母になるというベストタイミングが来ないと回答をいただき、私が回答した時ね、人生の優先順位を見直し妊活に本腰を入れました。不妊治療も行って無事に妊娠中です。まだ初期で2ヶ月なので不安も大きいですが、あの時のアドバイス感謝しています。ありがとうございました。よかった、おめでとうございます。なんかこれ、覚えてる。それの意見は未だに私も変わってなくって、やっぱ自分もさ、最近36歳になって35で出産したんだけど、30ぐらいから子供は欲しいな、まだ結婚してなかったんだけどね、30の時子供は欲しいってすごい思ってて、ただいざじゃあ子供を作ろうってなった時に、じゃあすぐできるかもわからないっていうのは、もともとその30で子供欲しいとか20代後半とかで子供欲しいとか思ってる時から分かってたけど、やっぱよし母になるぜっていうタイミングって働いてる女性はなかなか来ない。特に働いてる女性はなかなか来ないと思ってて、それを多分言ったんだよね。だからじゃあそれが今年でも来年でも2年後ぐらいに母になるって決意ができるかなとか思うかもしれないんだけど、子供の頃って20歳がさ大人だと思ってたけど、自分が20歳になった時全然自分子供じゃんっていうマインドと同じで、もしかしたらよし母になるぞって決意をする人ももちろんいると思うけど、その固い決意がないままいつか子供欲しいってふんわりしてると、やっぱはい母になりますってタイミングで行こうっていう、そのタイミングって20歳の自分のマインドと同じように来ない気がしてて、だから私はもう決めて、結婚式終わったら妊活始めようみたいな感じで決めて取り掛かったので、なんかそれは本当に良かったなって思う。あとありがたく妊娠できたことも本当に感謝っていうか、本当に良かったなと思うし、そうでこの方もまだ2ヶ月でね不安も大きいと思うんですけど、無事に育ってることを祈ってますね。生まれたらその報告もぜひコメントでお待ちしてます。おめでとうございます。すごい。だからなんかこうやってさ、この Q&A も毎月やってて、来た質問に対して私が答えた
たり来た悩みに対して私がちょっとアドバイスをしたりとか、でも私って別にそのアドバイスを押し付けたいじゃなくて、私だったらっていう目線で物事を考えるようにしてるから、それをこう言った時にそれを実際にこう行動に移してくれて、それはさもう本人の自由じゃん。でそれ移した結果がこういいことになってるっていうのを聞けると、すごい私も心が温まるし、なんか誰かの何かの役に立てた、繋がってるみたいな気持ちになってすごく嬉しいので、このねコメントいただけてすごく嬉しいです。ありがとうございます。そして改めておめでとうございます。新年の恒例事はありますか？これは絶対するとか食べるとか。うちは前も他の動画で話したんだけど、年末年始は基本的に我が家は日本で過ごします。なので、今まで結婚する前は31日大晦日にマイルズの実家で年越しそば食べて遊びに行ったりとかして、で家帰ってきて、1日は別々、マイルズはマイルズの親戚、私は自分の実家っていう感じで、その後に私の実家にマイルズが夜来るみたいな感じで1日を過ごしてたかな。で2日の日はうちの実家のお墓参りにマイルズも一緒に行くみたいな感じが多かったんだけど、結婚してからは私も嫁に入ったので、年越しそばはマイルズの実家で食べたり食べなかったりって感じで、子供できては初めての今年ニューイヤーだからどう過ごすかちょっとまだ、でも同じかな、去年と結婚後と同じかなって感じなんだけど、年越しそばをごちそうになって、で元旦の日は、マイルズの実家の方、親戚の方に行って、で夜うちの実家に一緒に行く感じなんだけど、多分息子ができて夜は遅くまで、寝かしてあげなきゃいけないので、2日の日に実家に行ってそのまま一緒にお墓参りっていう感じにうちの方の実家ねなるかなって感じで、それ以外はもう基本的にぐうたらしてます。でやっぱ東京出身の子たちは里帰りとかがないので、みんな結構暇してるからご飯行ったりとか適当にお茶したりとかでゆっくりすることが多いかな。多分東京育ちの子はそういう子が多い。おばあちゃんとかがね地方とかにいたらまた別だろうけど、私の周りはそういう子が多いです。今さちょっとカメラをさ落としてさ、怖い、落ちないでねっていう感じなんですけど、同じ母として楽しく拝見してます。ありがとうございます。お子さんにテレビ、過去 YouTube やアニメは見せてますか？YouTube は一切見せてないのと、アニメも一切見せてないです。多分見ても分かんないし、なるべくデバイスは一切、もちろんさデバイスなんて渡す年齢でもないからあれなんだけど、テレビも基本的にはうちではつけてなくて、息子が寝た後とかにテレビをつけるかな。なんかすごいテレビ見るんだよね。やっぱそれがちょっと怖くて、なんかもうずっとこうやって声とかもトントンとかやんないと分かんないというか、トントンってやるとこっち見てニコみたいな戻ってくるんだけど、なんかこうずーっと見てるからちょっと怖いなと思って、新生児の時とかは逆に私も精神が参っちゃうから、なんか声とか聞いていただいてから地上波今まで見なかったのに、子供産んでから地上波を常に流しっぱにしてて、社会から遮断されてる感覚がさあったからさ、こう追いつきたいじゃないけど、なんか地上波をねずっとかけてて、いや今は爪切りとか動かないでほしい時だとか、あとワンオペでもうキッチンに行くだけでさ、ここに行くだけでさ泣くわけよ。だから洗い物しなきゃとかなんかしなきゃって時にだけこう見といてもらうのにテレビつけるけど、基本的にはテレビは一切つけてない。なんか絶対良くないとかじゃなくって、見ないでいけるうちは見ない。いつかは絶対 iPad も渡すことになるだろうし、テレビも見ることになるんだろうけど、見なくて平気なうちは見せたくないなっていうぐらいの感覚で見せてません。あと見せるなら YouTube とか短いやつじゃなくて、なんかちゃんとアニメとかわかんない、ちゃんとしてるやつの方がいいみたいなのを聞いたので、ちゃんとしてるやつってすごい失礼だよね。しかも自分 YouTube やってんのになんて言うんだろう、物語ストーリーがあるものとかも見せたいなって思ってます。それも理想だからね、実際なんかそうはいかないんだろうなっていうふうには心構えてます。あさみちゃんとコラボ動画してほしいです。質問じゃなくてすいません。リクエストありがとうございます。あさみちゃんは全然何でもやってくれるので出てくれると思うんだけど、どんな企画がいいかな。前はWhat's in my bagはやったんだけど、ぜひもしあさみちゃんとこんなことしてほしいみたいなのがあれば、手軽にできるやつでリクエストお待ちしてます。あとそうだ、私言い忘れてた。今日のリップはこちら、ビディビチペプチドバターティントバームプラムバイブって色です。このシリーズめっちゃいい。濃いんだよ。こうやってやったらほらこんな感じです。ラブタイプ診断どのタイプですか？一回やったの。でもあれさ、質問がさ、なんか既婚者に向いてないっていうか、マイルズと付き合って11年なんですね。12年目に入ったので、これってマイルズに対してなの？それともマイルズと付き合う前恋愛してた私の
なのみたいな、ちょっとそれがよく分かんなかったんだけど、マリと付き合う前のでやったのかな、前の感覚でやったのかな、それも11年前の感覚かいって感じなんですけど、中堅8個でした。どう？それがよく分かってないんだけど、どうなんです？それ一途っぽいよ、一途みたいなのが中堅8個だった気がする。ストレンジャーシングスシーズン5見てますということで、待って、もうこれが公開されることは最終回終わってますよね。ちなみにこの撮影してるのがクリスマスの翌日なので、今日だ、3話更新されるね。やばいね。てかもう本当にストレンジャーシングスってなんであんな面白いのっていう、ネットフリックスのオリジナル作品で一番最初にハマったのが確かストレンジャーシングスだったと思うのね。シーズン1が出たぐらいの頃におもろってなって、でそっからさ、もう何年も経ってさ、毎シーズンちゃんと面白いわけで、シーズン5なんてめちゃくちゃ面白いの。だいたいさ、こうなんか面白くなくなってったりするのがあれなんだけど、この今のシーズンやばい。今さ、第1パートみたいなのだけがさ公開されてる、その第1パートの最終話やばくなかった？最後うわーみたいな、もう大興奮。なんかテルマちゃんもみたいだけど、なんか LINE しちゃうような感じ、なんかやばくない？ストレンジャーシングスみたいな、どこまで面白いんみたいな感じぐらいすごく面白かったので、もしちょっとね、でもなんかグロいっていうのがみんな言うんだけど、まあグロいけど慣れる、だって偽物だもんって感じ、ね、もう本当にもし見てない人はぜひ見てください。これねたまに考えるんだよね。安定した不労所得があったとしても今のお仕事をしてますか？私これ前に考えたの。私したら仕事しないって思ったんだけど、周りのみんなにしないわけないやろみたいな、アリサはそんな止まってるなんて絶対できないよみたいな、お金がどうとかじゃなくて、多分もう止まってるが無理だから、同じお金を何もしないで例えばもらってても絶対なんかしてるよって言われて、そうって感じで、分かんない。そんなの分かんないよね。で不動産とかってことかな、不動産とか買ってずっと収入があるみたいな、いや無理だね。なんか確かにそうやって考えるとなんかしちゃうだろうなって思います。今の仕事は好きだからできたらすごく嬉しいけど、疲れる部分もあるし精神的にね。だからでも今の仕事ができてたらね、あと誰でもできるわけじゃないからさ、すごいありがたいことじゃん。これを仕事って呼べること、私がやってることを。だから、もしできるなら今の仕事をしたいかなって思います。わー、むずい。私の彼もマイルズさんみたいな優しい人なのですが、私は何をしてあげられるかなと悩んでしまいます。アリサさんはどんなことでお返ししてますか？すごい優しい。もうその気持ちが絶対に伝わってるから、多分彼に選ばれたんだと思うし、もうその気持ちだけで十分だと思うよ。なんかそういうマイルズみたいな優しい人は特にね、なんか気持ちは伝わると思うし、その気持ちで喜んでくれる人だと思うけど、まあ何をお返ししてるってね、私でお返ししてますわかんない。でもなんか悩んでたら寄り添うし、アドバイス、私だったらっていうアドバイスをしたりとかするようにしてるけど、それこそ前にもさちょっと言ったけど、産後にマイルズをないがしろにしてしまってるとかは今もちょっとあって、でも今これは一時的なものだって自分に言い聞かせてて、マイルズにもそう説明はしてるから、ホルモンがもうちゃんと回復したら戻るとは信じてるんだけど、でも常に言葉にしてる感謝の気持ち、愛の気持ち、ポジティブなことは全て言葉にして伝えるようにしてる。なんか損することないし嫌な気持ちになることもないから、それがお返しかな優しさに対して、自分も同じように優しくできるように頑張ってるけど、やっぱりマイルズは超えられない、優しさで。だから愛で超えようって感じかな。リサちゃんこんにちは。リサちゃん大好き、ありがとう。お家は探してるのですが、探してます。私この家6年になります、来月で。3回目の更新をしたばっかりなんですけど、6年前から探してます。1個前の家が定期借家だったから、3年しか住めなくて3年で出てって、とりあえず3年の時も家を買おうとしてたんだけど、その時に買っとけばさ、いくら安かったんだよ今よりって話なんだけど、もうそんなのたらればなので忘れます。その6年前の時にどっかに引っ越したかった、買いたかったんだけど、その時ローンのこととかもちゃんとできてなかったし、ちゃんと見つけられなくって、結婚もしてなかったし、そういうのもあって、一旦じゃあここのお家挟もうって言ってここに住んだら、もう最長です。6年。狭いんだけど、狭いっていうか私の持ってる所有物に対して場所っていうかお家は狭いし、プラスでね、息子ができてもっと狭いんだから引っ越したいんだけど、もうね
一回賃貸挟もうかなと思ってる。買いたかったんだけど、高いっていうのもあるんだけど、値段っていうよりはもういいのが全然出てこないのと、焦って買うぐらいだったら9年間の一軒家暮らしなので、次も買おうとしてるのが一軒戸建てを買いたいのでってなった時に、あれマンション住むのって人生最後かもって思ったら、今賃貸で結構反対っていうかもったいないって思っちゃうタイプなんだけど、最後に一回噛んでもいいかもみたいな、本当にそこにまた6年とか住んじゃったら元も子もないんだけど、家を見つけるまでマンション住まいもちょっと今検討してる。まだちゃんと探してないけど探してはいます。不動産の方は常に送ってくれるので、たまにいいのあったら内見行ったり、土地見に行ったりとかはしてるけど、賃貸の方はまだ探してないので、とりあえずこの家更新したから、でももうスクールに通うようになったので、私も内見行ったりとかさ、家を探したりっていう時間ができるようになったから、それで今年中には引っ越したいなと思ってます。はい、ではあと1分なので 1,2 問で終わりたいと思います。インテリアはいつもどちらで購入してますか？ソファーはコアラマットレスのソファーで、これとかここに見切れてないか、コーヒーテーブルとかグスタフ・ウェスマンので、マントルピースはオーダーメイドで作ってもらったでしょ。この本棚よく聞かれるんだけど Amazon です。で IKEA も買うし、あとフライミーめっちゃ使う。フライミーがでサイトセレクトショップみたいな感じなのかな。買いやすい値段から結構高めのやつまでいろいろあって、そこで見たりとか買うことが多いかな。このダイニングはローヤでもこれも10年前ぐらいにお友達がみんなで買ってくれた。そうだね、だから結構どこっていうブランドはバラバラだけど、フライミー、ローヤも使うかなとかが多いです。じゃあ次で最後にします。なんかあっという間に終わっちゃったね。やばい。これ最後拾いますね。52回目ぐらいの質問です。すいません。拾いました。お化け見たことありますか？心霊信じますか？ということで、お化けは見たことありませんし、心霊は信じてますけど気にしてないです信じてもなんだろうな、自分にはそういう感覚がないのでわからない。経験したことないからわかんないし、お化けも見たことないけど、いるんだろうなとは思ってる。だっていなかったらこんな話がいっぱい世の中に出てこないんだろうなって思うし、あと心霊スポットとかも絶対無理。見えないけど絶対無理。あったじゃん、10代の頃とか、心霊スポット行こうぜみたいな。本当に無理だったし、本当無理だから、待ってるわみたいな。その時からもうお化け NG、 本当にお化け NG 見たことないんだけど、あとホラー映画も見たことない。1回だけ見たことあるんだ、最近。ケミオくんちで。人間のが怖いしね、スリラー。それは見れるんだけど、お化けがやっぱちっちゃい頃からお化けが怖いので、その先入観でホラー映画とか見れなくてみたいなのあるんだけど、1回だけでもイビサ、ロンドンで20歳ぐらいの時にホステルに泊まったの。なんかホステルだって知らずにホステルだったのね。で綾乃と泊まって2段ベッドみたいな感じで、ホステルってなんかさ、知らない人たちが同じ部屋に泊まるやつなんだけど、ちゃんと女子男子は分かれてるんだけどね。で綾乃が下で私が上だったので、多分私は時差ボケだと思うんだけど、あと金縛りは合うの。金縛りに合う前に脳っていうかこの辺からウィーンって音が鳴るわけ。超音波みたいな。で来るーみたいな、みたいな。もう今は回避できるんだけど、その時とか来たーみたいな。でしたらなんか目開いてんだか閉じてんだか分かんないけど、非常口みたいなのの青い緑の光がこう動いてたの。近づいてきた。それが唯一見たけど、それも正直時差ボケなので本当に動いてたのかは分かんないし、金縛りに合ってる怖いマインドでそうなってたのかもしれないんだけど、金縛りは結構一時期めっちゃよく合ってた。やっぱ DJ とかで移動が多かったり、あとなんかホテルとかさ泊まるともらいやすいとか言うじゃん。あったけど最後の質問めっちゃ長いだけど分かんない。なんか怖っとか思ったらパンパンパンって左の肩を叩くなんかペンペンペンってやるとなんか出てくかなとか、あとなんかすごい人に会ったとか、なんかもらったかもみたいな気は結構信じるから、だから思ったらもう塩一袋入れてお風呂に入ったりとかはするけど、人間怖いですからお化けよりみたいな感じなんだけど、そうなんか心霊スポットとかも絶対になんか意味が分かんない。なんかそれを面白がる意味も分かんない。普通に失礼。お化け心霊に対しても失礼だし、なんかそのコンセプト意味不明って感じなんだけど、なんか分かんない。目的があってそういうことをして活動してるなら
あんまりそういうのも見ないから分かんないんだけどなんかもう気が悪そうって思っちゃう。なるべく私はそういい気とかポジティブなことを吸収したいので、自分からなんか負のところに行こうとも思わないんだけどさ、見えちゃう人っているわけでしょ。本当にかわいそうだし、本当にかわいそうっていうのはすごい先入観がある言葉だけど、私からしたら私は怖いから大変だなって思う。なんか知り合いでもすごい見えちゃう人でバリアするための数珠みたいなブレスレットを常にしてる人とかいるし、なんかほんと大変だなって思う。なんかあとオーラが見えるって人もいたりとかさ、だからそういうのはとか心霊とかきっとあるんだろうなって思うから信じてはいるけど、占いとかも霊視とかもたまに行ったりとかするし、だから信じてるよね。私は信じてるけどお化けは見たことないし、負のものとは関わらないようにしてるって感じです答えになってんのっていうか、なんかわかんない。心霊関係ってちょっとあれなの、もしかしたらセンシティブな内容で私すっごい今ディスったりしてたら本当にごめんなさいっていうのと、あとこの質問してきた子がどういう意図でこの質問をしたのか、もし自分がそう霊感とかがあって辛いんだったら、なんか私がもし嫌な気持ちにさせやってたら申し訳ないなって思うんですけど、皆さんはどうですか。あと私なんかついてます？なんか一回ずつで Vlog でさ、なんか絶対私今ついてんだけど、なんか誰か見えますみたいなのやった気がする。誰も答えてくれなかったけどはい、そんな感じで、年始一発目の、Q&A をお届けしました。毎月、質問ありがとうございます。今年もね、ぜひぜひたくさん質問を送っていただけたらと思います。で、なるべくね、こう偏らないようには選んでるつもりなんですけど、また来月も楽しみにしていただけたらと思います。では、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。